幼い頃から掲げてきた夢、自分の人生だったんだろうかって思っちゃうぐらいすごい日々でしたね。生きてるみたいな感じが。そこで初めて歌い手っていうものも生で見て、自分自身が自分の理想になりたいボカロ文化が私には欠かせないので、歌い手としてライブをやってるぞっていう感覚が、世界に自分が行くっていうのが、アドが人間であるってことは忘れたくないですし、自分の願ったことを大人の自分が叶えてあげたいなみたいな。やっぱり音楽は私の人生ですかね。アートとしての活動自体はもう少し長いんですけれども、にしてもメジャーデビューがもう5年で、もう6年目をもう迎えてるって思うと、信じられないなっていう気持ちでいっぱいですね。やっぱり当時こそメジャーデビューはもちろん目標にしていましたし、自分の大きな夢ではあったんですけど、なんでしょう、言ってしまえばずっと新人感覚でいるんだろうなって思っていたので、でも5年っていう数字を見ると、もう全然そんなことないっていうか当たり前なんですけど、怠けていたつもりもないんですけれども、より、ちょっと気を引き締めなきゃみたいな気持ちではありますね。いやー、やっぱり一気にやってきたというよりももう目の前でいろんなことが起こっていって、それになんかずっと心と体を追いつかせて書き出していったみたいな形ですから、本当に当時もうっせぇわがこんなにたくさんの皆さんに聞いていただけるって夢を見ていましたし、もちろんそうなってほしいと思っていましたが、本当にそうなると驚いてしまいましたし、嬉しかったですし、でも本当自分の想像以上のスタートを切らせていただけたので、そこからの活動っていうのはすごく怒涛な怒涛なものが多かったですね。本当自分の人生だったんだろうかって思っちゃうぐらいすごい日々でしたね。私はもともと根元がすごい明るい人間かって言われたら、やっぱり影があるというか、ちょっとネクラな方ではあるので、影の方が好きっていうのもあるので、全ての物事をよし、頑張るぞ、乗り越えるぞっていう形でうまく乗り越えてきたかって言われたら、そうでない日々の方が、多かったですが、でも、そうですね、自分で高い目標とか壁を作って、理想の自分に近づくとか、やってみたいことやってみるとか、で、もちろんそれ以外も大変なことってありましたけど、でもそれ以上に全部本当にやりがいっていうか、なんでしょう、言葉が変かもしれないですけど、生きてるみたいな感じがしましたし、自分にとってのその苦労とか大変な思いっていうのが全部なんか人生の財産になってるかなっていう実感はありますね。自分の理想像のアドっていうものにもっともっと自分自身が近づいていきたいって思いもありましたし、もっといろんな人を自分のパフォーマンスや歌でなんか心を動かせたらいいなみたいな、驚かせてみたいなみたいな、そういうそれが喜びとか明るい気持ち以外でも自分を奮い立たせるっていう意味や反骨精神みたいなのもありましたし、そうですね。でもだんだんその年を重ねて大人になっていくにつれて、自分自身が自分の理想になりたいっていうのは今も変わんないんですけど、なんかそうですね、もっと幼い子供の頃、歌い手アドになることを夢見ていた自分が見てかっこいい大人になれたらいいな、そういう自分の願ったことを大人の自分が叶えてあげたいなみたいな気持ちで動いてきたところもありましたね。全部が全部私理想に慣れてるでしょとは言いにくいところもやっぱりまだまだあって、でも自分の掲げてきた夢とか目標とかなりたい姿、立ってみたいステージ、やりたいステージっていうことを考えたら、なんか叶えられた部分はたくさんあったのかなとは思っていますね。だからあとはもうこれからはもっともっともう少し自分自身と向き合うところになんかこれからはなんか向けてあげたいなとかを思ったりしていますね。私は
本当に夢を叶えたんですね。ずっと夢だったステージ、そうですね、未来の生きがいっていうかのこととして挙げてきたステージっていうか、ゼップに立ってワンマンライブをするっていうこと、夢のまた夢でもあり、なんかはっきりした目標でもありみたいなところだったので、それが一回そのコロナウイルスを挟んでしばらくは叶えないかもなっていうのが挟んだ中で、コロナウイルスで数年経って少し落ち着いた時にその初ライブができるという時は本当に単純に嬉しかったですし、本当にステージに立った時の記憶はなんかこう本当に立ってる間はずっと夢見てるんじゃないかなって思いましたし、でも今日ここに来てくれたお客さんみんな私のために、みんなハードを信じて見に来てくれた人たちなんだって思うとものすごく嬉しかったですし、こう当時は歓声とかそういうのが出せない状況下ではありましたけど、なんかだからこそなんかこうより一層皆さんのことを楽しませるというか、こういろんな気持ちにさせたいなと思いながら立っていましたし、それこそ私が人生で初めてライブっていうものを見たのが、尊敬する歌い手さんのまふまふさん自身も初めてのワンマンだったから、その引きこもりでもライブがしたいっていうライブで、私自身もライブっていうものを人生で初めて体験して、でそこで初めて歌い手っていうものも生で見てっていう、まふまふさんはこういう景色を見ていたんだって思うと、なんかこう自分の見ている景色もですし、すごいな、自分ってまだまだだなとかもなんか思ったりもしましたね。パフォーマンス立ってる最中はもう無我夢中っていうか、もう緊張もありますし、私どう見えてるんだろう今っていうのもありますし、お客さん目線の気持ちとか、なんかいろんなものが混ざりながら、単純にワンマンライブっていうのも人生で初めてだったので、こう目の前に必死なところも含めて、なんかこう夢見心地だったなっていうところもありますね。最初はなんか本当にお客さんっているのかなってなんか思っちゃったりもしていて、でもその時のゼップの一杯の客席っていうのを見て単純に嬉しかったですし、ライブをやってる側になるんだって、なんかこう改めてこう歌い手としてライブをやってるぞっていう感覚があって、お客さん見た時嬉しかったですし、でも一つ一つのパフォーマンスがお客さんにどう見えてるのかな、どう届いてるのかなっていう不安はもちろんあったんですけど、なんか不安だからこそもっともっと今やれることやってやるみたいな気持ちではありましたね。いやまさか自分がワンピースに携われるとは思ってもみませんでしたし、しかもそれが歌を中心っていうか、歌声役というか歌というキャラクターに歌としてなんか関われたことが、なんか本当にいやすごくありがたいお話だなって思いますし、そしてワンピースという作品本当に素晴らしいからこそですが、本当にたくさんの皆さんにより一層聞いていただけたことは本当に自分の人生には欠かせないことだったなって思いますし、本当にワンピースという作品と歌というキャラクターというか歌という人には本当になんか感謝でいっぱいだなと思っています。やっぱりワンピースって本当に世界中でもう大人気だからこそ、そこに携われることって本当に自分自身不思議でしたし、でも実際にその海外のお客様にも私の歌が届いてるって、そのまま届いてるって思うと感激でしたね。それこそApple Music の世界ランキングみたいな、世界チャートのなんか今一番聞かれてるランキングみたいなそのランキングで新時代が1位になったっていうのを聞いた時は、世界ランキングでみたいな感じで、世界1位になったってことっていうのですごく実感が湧きませんでしたし、それがしかも埼玉スーパーアリーナで新時代歌ってる時になぜかわからないですけどそのチャートでも1位になってたっていうことで、なんかすごい奇跡が奇跡をみたいな感じで、なんかいろいろもうスタッフの皆さんも含めて
嬉しいねってなんかなってましたね。みんなで喜んで、みんなで嬉しくなったのを覚えてますね。自分の人生の一番の夢が本当にもう幼い頃から掲げてきた夢、ずっと夢見てきたものが今現実になるんだって思うと、もうものすごくものすごく嬉しくて、いやでも同時に本当に絶風の次が埼玉スーパーアリーナということで、本当にたくさんのお客さんが来てくれて、もうたくさんのペンライトが光ってて、ものすごく嬉しかったのを覚えていますし、それこそ12歳とか中学生の時から埼玉スーパーアリーナに立ちたいって思い続けてたので、そんななんかこうまだ歌い手活動もちゃんと始める前の自分にもなんかこう言ってあげたいっていうか、あなたスーパーアリーナ立つんですよみたいなことをなんかこう言ってあげたいっていうか、なんかそういうのも含めて、変な言い方ですが、大人として本当に良かったねってなんかこう言ってあげたいような気持ちになりますね、振り返ってみると。そうですね、正直燃え尽き症候群っぽい気持ちになったというか、これからどうしていくんだろうって迷ってしまったことは正直あったんですけど、そんなタイミングで自分の初めてのゼップツアーが決まったりで、同時にゲフィンレコードからのお話が来て、本格的に世界を目指してみないかってマネージャーさんとお話をしたりして、あ、そうかって、私が世界に行く可能性もあるのかとかあ、もっと自分が知らないことってまだまだあるんだなって思うと、でも、わからないからこそやってみてもいいんじゃないかっていう気持ちもなんかこう出てきたりして、それこそ世界に行くっていうのも本当に、いや自分には世界なんて無理だってだって世界なんてすごい人が行くところだからって思っていたんですけど、でもそれでも可能性がもしあるんだったらやってみてもいいんじゃないかってなんか思ったりもして、まだ自分が知らないものがあるからこそやってみようって気持ちにだんだんなってきましたね。うっせぇわから始まって、その1年2年で人生の夢が叶ってってなって、しかもまだ埼玉スーパーアリーナ立った時10代だったので、そういう意味でこれからどうしようみたいな、どうするべきなんだろうって思ったりもしたんですけど、そんな自分にこうそういう大きな目標が来たっていうのは、大きかったですね。いや単純に嬉しかったなって思いましたし、でも客観的にどう見えていたかはわからないですが、でも自分の感覚としては本当に歌い手としてちゃんとやりたい、立ちたいっていう気持ちがありましたし、それこそその前には歌い手として初めてまふまふさんが紅白に立たれていて、私もそれをリアルタイムで見ていたんですけど、本当勝手ながらですけど、私自身も歌い手としてちゃんと責任を持って歌い手っていうものを知ってる人にとっても知らない人にとっても、とにかくアドっていうものを知ってる皆さんにとって、紅白のショーはめっちゃいいパフォーマンスだったねってなんか思えるようなものをやりたいなと思っていましたね。その京都の東本願寺で立たせていただけて、いやすごい本当に特別な紅白っていうためのステージだったり衣装だったりっていうのは、私にとっても今もすごくいい思い出として残っていますし、いざ生中継で間もなく出番ですっていうのが耳の中で聞こえてきたりしてめちゃくちゃ緊張するなと思っていましたね、やっぱり。いや本当にそれこそ2022年に迷っていたっていうか、その時に同時に舞い込んできた世界のお話っていうか、未知に挑戦するぞっていうなんかまた改めてそこで初めて世界に自分が行くっていうのが実現された瞬間でもあったので、いやすごい楽しかったですね。本当にそれ以前に私海外に行ったこともなかったので、本当に画面越しの世界っていうか
自分が人生で行くことない場所ばっかりだなってなんか思っていたりした中で、こんなにたくさん世界のいろんなとこに行けるなんてっていう、本当にいろんなものに触れられて楽しかったですし、何よりもお客さんに、世界中のお客さんにお会いできたことが本当に嬉しかったですし、本当に励みになりましたね。いや、2回目もまたやっぱり規模が広がって、今回はもう3、4ヶ月ほとんどずっと海外にいて、ずっといろんなところ回ってってって、いやでも本当にこんなところにまで私のファンがいるんだって思うと嬉しかったですし、世界ってすごいなって。でも私、世界に今立ってるんだ。でもまだまだだなって、なんかいろんな課題っても見つかりましたし、でもいろんな喜び、いろんな感動、何よりいろんな文化といろんな人々に出会えたことが、なんでしょう、嬉しかったですし、当時のデビューしたての自分や初ライブしたての自分が見たら、誇らしい自分には近づけてるのかなって思ったりもしつつ、いや、でも世界って広いなって思ったりしましたね。世界ツアーを通して、この曲新曲だけどみんなわかるかなみたいな曲を、皆さんもう待ってましたみたいな感じで、なんかもう覚えてきてくれててとか、もう一緒に歌ってくれてみたいなところも多くて、いや、すごいなって、本当にちゃんと聴いてくださってるんだなって思うと、すごく嬉しかったですね。しかも日本語で難しい言葉とかも混じってるのに、ああ、本当に日本語が伝わってるんだって思うと、嬉しかったですね。ボカロや歌い手の文化には何度も助けられたので、それの恩を返したいというか、その名前を残し続けたいっていうのもありますね。